涼しげでありながらどこか温かい。盛り付けられた料理がありのままで美しいガラス食器。納涼床にいて鴨川の流れの音が聞こえてきそうなひょうたん皿。うちわを仰ぐことも忘れてしまいそうなビアグラス。そして涼しげな風に軽やかな音色を出す風鈴のような醤油差し。炎と空気と熟練の技が生み出す造形美。今回の主人公はガラス工芸作家金子幸三さんです。自分の中で決めてる三拍子揃ったものづくりというのがあるんです。それはまず美しさ、それがやっぱり飾ってよしという、飾れるぐらい綺麗なガラスであるという。でその次に使ってよしという、その機能性ですね。持ちやすいであるとか、電子レンジが使えて便利とか、そういったもの。それとあとは人に送った時に喜んでもらえる、そういうギフトで人を喜ばせる三拍子揃った商品をできるだけ心がけて作ってます。そんな金子さんの代表作が先ほどもご覧いただいた醤油差しです。一番の売りは液だれしないという、そういうことですね。もう単純に傾ける角度だけで、ポタポタ出たりスーッと出たり。これは正直私も父であり、師匠から教えてもらった通り作ると液だれしない、お醤油差しができると。その秘密は線にあるのですが、詳細は企業秘密です。これだけは一番守っていかない技術の一つなので、これは一応、代々もしうちの息子がやるときに教えます。金子さんの工房は京都市左京区中川町にあります。歌謡工房。金子さんは3代当主です。今年85歳を迎える父義和さんも現役です。それでは液だれしない醤油差しの胴の部分の作り方を教えていただきましょう。金子さんが使うガラス素材は環状の耐熱ガラスです。まずはガラス管を熱して模様を描いていきます。金属や金属の酸化物から作られた色ガラスを溶かしながらガラス管に巻きつけていくイメージです。ガラスが柔らかくなる温度は820度。加熱しすぎないように細心の注意を払い、木製のコテで凹凸を鳴らします。こうして作ったのが銅管です。次の工程では醤油差しの首の部分になる首管をつなぎ合わせます。ここからは師匠の義和さんの仕事です。温度を上げて2つのガラス管を合わせ、息を吹き込みながら形を作っていきます。私どもは長年ガラス溶かしてますんで、だいたいこういう炎の色はこういう色になってきたとか、あるいはそのガラスが動いていく感覚を手で感じてエアを吹き込んで胴体を形成すると。ガラスから受ける感触でね、今エアを入れる時とか引っ張る時とか、そういうことを自然に手が動くという感じでしょうかね。数値化できない熟練の技。義和さんは
60年以上ガラス工芸に携わってきました。嘉陽工房は昭和4年金子ガラスとして創業し、その後金子理化学製作所に名前を変えました。その名が示す通り、理化学の実験などに使う構造も複雑で高い精度が常に求められるガラス器具の製作を行っていました。この時培われた技術を生かした液だれしない醤油差しは吉和さんの代で作るようになりました。3代の金子幸三さんは学校卒業後一般企業に就職し、家業を継ぐ気はありませんでした。今からおよそ20年前、幸三さんが30歳の時のことです。結婚して1年経って喘息になるという。で、喘息もそれもかなりひどい喘息やったんで、もう会社勤めができないぐらい、もう週に2日は点滴に行き、会社も休み。そんな時手を差し伸べたのが父の吉和さんです。ガラスの仕事やってみないか。幸三さんは会社を辞めて吉和さんに弟子入りしました。53歳になった今も吉和さんから学び続けているのです。構造の立場に立って考えるとちょっと不安はございました。比較的年齢が高くなってからこの道に進むということを決めましたんで、しかし私にしてみたらもうこのガラスの仕事はもう僕の代で終わりかなというふうに思ってたんですけども、理化学とこういうテーブルウェアとジャンルは違うんですけども、彼がこれをやると言ってくれた時はやはり私にまだ手伝える余地ができたなという、そういう嬉しさはございましたね。やっぱりもう本来であればもうゆっくりしてもらってていい年なんですけど、こうやっていつも一緒に工房に入って教えていただくと。だからもう感謝しかないですね。嘉陽工房でしか作ることができないガラス製品とは何か。幸三さんは新たな挑戦を始めているのです。ガラス工芸作家金子幸三さん。父吉和さんから理化学の精密な実験器具製作の技術を学び、新しいガラス製品作りに挑戦しています。例えば模様が波打ち螺旋状に輝く後期シリーズ。螺旋の切り込みが入っているのは実は内側。ドイツのメーカーから仕入れた特別なガラス管を使っています。主に建築内装や照明器具などに用いられ、高い成形技術が求められるガラス素材です。薄いところと分厚いところですね、肉厚の違いがありますので、同じ火を当てた時に熱の伝わり方が違いますので、一旦薄いところが触れてしまうともう戻せない。ですから常にゆっくりと硬いところに合わせて作業しないとダメなんですね。このガラスはやっぱりどうしても拭くだけじゃなく、ねじることによってきれいに光りますんで、やっぱりちょっと慎重な作業が続くと思いますね。さらに理化学の実験で多用される吸熱や放熱のための管、蛇管を使ったグラスも。3年前からガラスを使ったアクセサリーも製作するようになりました。
常に新しいものを模索しながら探求しながらやってるみたいなんですけど、もう一生修行なんで、私にしてもそういう思いがありますので、頑張ってほしいなと。少しやっぱさすがちょっとガラス屋さんねっていうようなその違ったものもやっぱり並べたいので、やっぱりそこはやっぱはい、たくさんいろんなガラスのアクセサリーの作家さんがいらっしゃると思いますけども、そういった方々とちょっと差別化するため差別化するためにそういった商品にも取り組むと、あえて。歌謡工房3代金子幸三さん。父から受け継いだのは技術だけではありません。ガラスを溶かす炎よりも熱く、透き通ったガラスのように色あせない輝きを放つ一生修行だという思いと探求心なのです。